こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は最近急増しているスポットワーク、隙間バイトなんて言い方もしますけれど、こちらに関する留意点について2025年7月に厚生労働省がパンフレットを作成をしましたのでご紹介をしたいと思います。最近ですね、スポットワーク、隙間バイトと呼ばれる働き方に関して急増とともにトラブルも増えておりますので、働くときは労使ともに注意が必要かと思います。今回の概要ですけれど、まずは急増するスポットワーカーについて見ていきたいと思います。そして、スポットワークの留意点として厚生労働省が公表しているパンフレットの内容についてご紹介をした上で、その上でやはり一番注目されるのが賃金に関してですけれど、この賃金の取り扱い、平均賃金の取り扱いがまだよく分かっていないという会社さんが多いようなので、平均賃金の取り扱い、計算の方法、注意点について解説をした上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは急増するスポットワーカーということで、現状のものを見ていきたいと思います。スポットワーカー、きちんとした定義はまだありませんけれど、厚生労働省の定義としては、短時間、単発の就労を内容とする雇用契約で働く人という形になっております。当然ですね、雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金と立て替え払いを行うものも含むという形になります。最近、隙間バイト、スポットワークに関してはアプリを使ってマッチングするケースが多いかと思いますけれど、こちらで働く方に関しても厚生労働省の定義でいうスポットワーカーに入るということになります。そして現状は452万人の方がスポットワーカーとして働いているというデータがありますが、潜在的には1431万人とも言われております。このスポットワークで働くメリットですけれど、やはりですね、好きな時間、好きな場所で働いて時間が有効活用できるという働く側のメリット、そしてすぐにお金が稼げる日払いである。また、経験を通じて成長する、就活へ活用するという、メリットもありますけれど、その一方で課題としてはやはり従業員の仕事の教え方が分かりにくいという、また働く上でマニュアルが整備されていない、そして職場の従業員の態度が冷たいといった課題も挙げられております。こういった形で452万人、潜在的には1431万人が働くスポットワークですけれど、この 46% に当たる人が何かしらのトラブルを経験をしているという結果が出ております。では、どういうトラブルなのかというと、求人情報と実際の仕事の内容が違うですとか、賃金が違う、こういったトラブルが多いようです。また、スポットワークで働く人の 34.4% が働く上での怪我や事故防止についての説明を受けていない、安全配慮に関する説明を受けていないという結果もあります。また、説明を受けた人の約2割が説明を受けても理解ができなかったといったようなケースもあります。したがって実施していない、実施をしても相手に伝わっていないというケースもかなりあるかと思います。そんな中でスポットワーク、厚生労働省が出している留意点、大きく3つあります。まずは労働契約の成立時期について、そして休業手当について、そして賃金、労働時間についてになります。まずは労働契約の成立時期ですけれど、スポットワークという特性上、面接がないのが特徴かと思います。短時間にその求人と応募がマッチングしてしまう。したがって労働契約はいつ成立するのかというと、事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するとしております。
したがって、この労働契約が成立した場合、その就業場所に向かう場合での通勤途中の怪我も労災の対象として保障の対象になるというところになります。また、休業手当ですけれど、休業手当、原則として事業主の都合で丸1日の休業、または仕事の早上がりなどがあった場合、使用者の責に帰すべき自由にあたる休業に該当しますので、休業手当を支払う必要があります。こちらよく多いのがですね、就業直前に企業側から一方的にキャンセルをされたというケースではないでしょうか。その場合の賃金もらえるのかもらえないのかになりますけれど、こちらは通常であれば事業主の責めに帰すべき自由に該当しますので、休業手当を支払う必要があるという形になります。その場合ですね、フルタイムの正社員の方の場合だとあまり間違いはないんですけど、スポットワークなどの方の場合だと、休業手当の計算方法についても、確認が必要かと思います。また、賃金労働時間ですけれど、この場合、直接の業務だけではなく、業務に必要な準備行為も労働時間になります。これはスポットワークだけではなく、通常の労働に関してもそうですけど、間接労働に関しましても、きちんと労働時間として把握をする必要がある。また、当初予定をしていた就労予定時刻、と変わった場合ですね、実際の労働時間に関しても確定をさせてくれという形で厚生労働省の方が注意喚起をしております。ではですね、2番目の休業手当ですけれど、この休業手当いくら払えばいいのかといったところに関しましては、平均賃金というのを用いて計算をすることになります。平均賃金聞いたことがあるかもしれませんけれど、休業手当の他にですね、通常は解雇予告手当ですね。こちらは、労働者を解雇する場合の予告に代わるものとして払うものですけれど、通常平均賃金の30日以上という形で用いることがあります。また、今回ご紹介をした休業手当、使用者の都合により休業させる場合、1日につき平均賃金の6割以上を支払わなければいけないことになっている。また、会社さんによっては、年次有給休暇の支払いですね、平均賃金を使用するという会社もあるかもしれません。その場合は、平均賃金を用いて年次有給休暇の金額を計算をするということになります。また、場合によっては、減給の制裁ですね。こちらの減給の制裁の制限額につきましては、1回の金額は平均賃金の半額までとなっておりますので、その半額を計算する際には平均賃金を出さなければいけないという形になりますので、通常の場合、この4つぐらいが会社では平均賃金を使う際に用いるのではないかなというふうに思います。そして、ではこの平均賃金ですけれど、どうやって計算をするのか。通常ですね、3ヶ月の総賃金を3ヶ月の総日数で割って出すという形になっておりまして、ここですね、割る日数は就労日数ではなく3ヶ月の総日数で割るというのがポイント。通常のフルタイムの正社員の場合だとここだけでいいんですけれど、いわゆるパート、アルバイト、スポットワークの場合ですね、最低保障に引っかかっていないかどうかの確認も必要になってきます。通常ですね、労働日数が少ない場合には、最低保障額の確認もしてほしいと思います。この計算方法に関しましては、同じく3ヶ月分で計算をしますけど、3ヶ月分の総賃金と3ヶ月の就労日数、これを割って 60% をかけたものが最低保障額になりますので、どちらか高い方という形になってくる。そしてですね、この最低賃金、最低保障ですね、計算をした上で平均賃金を出して、それの 60% を支払うという形になりますので、注意をしてください。そして最後に注意点とまとめですけれど、最近スキマバイト、スポットワーク増えてきた関係でですね、子ども家庭庁が少し動き始めました。いわゆるですね、スキマ保育士と言われる方も増えてきているということで、これに対する実態調査を予定をしております。やはりですね、子どもの保育といった形で非常に重要な部分になります。子どもの特性に合わせた保育の実施ができているのか、連携不足による事故が起きないかという保育に関する質の低下を非常に懸念をしているといったところになりますので、今後ですね、調査結果が出たら確認をしてみてほしいと思います。
また、スポットワークですけれど、利用者の6割が正社員としての本業を持つということ、そしてシニア、ミドル層が非常に増えてきているということになっております。そして、このスポットワーク、利用者の6割が正社員ということになりますので、ご自身の会社の従業員もスポットワークをしている可能性も非常にある。可能性がある。そうすると、副業、兼業というのはもう当たり前の時代になってくるのではないでしょうか。自社でスポットワーカーを受け入れるだけではなく、自社の従業員がスポットワーカーとして働いているというケースも容易に想像ができることになりますので、今一度自社の就業規則の見直しもしてほしいと思います。こういった形でスポットワーカーの特性というのを理解していただいて、トラブルなく上手に人手不足解消に努めてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。